皆さん、こんにちは。今回は、ジャパンキャンピングカーショー2025で発表された、バンテックのアストラーレトリアス480をご紹介します。アストラーレシリーズは、従来のバンテックのチルやコルトシリーズとは異なるコンセプトを持つバンテックの新しいシリーズです。これまで、キャラバンをベース車にしたアストラーレ CC1 と、ハイラックスをベース車にしたアストラーレ GX4 がラインナップされていましたが、2025年のジャパンキャンピングカーショーでトリアス480の他にもハイエースワイドロングをベース車にしたキャブコンの CH1 マーズやバンコンも発表されました。トリアス480はトヨタカムロードをベース車にしたキャブコンキャンピングカーです。エンジンはディーゼルのみでワイドトレッド同系リアダブルタイヤの仕様となっています。全長が 4800mm、全幅が 1960mm で、一般的な 5m×2m の駐車枠に収まり、運転しやすい車体サイズが特徴です。このベース車に FRP 一体成形の高断熱シェルを仮装しています。滑らかでスタイリッシュなフォルムが斬新ですが、高速走行時の風圧を抑え、直進安定性を高めるとしています。特に雨水の流れを考慮し、昇降時に雨水がかからないようにしたシェル形状が特徴的です。さらに、オプションのリアスポイラーは空力特性を向上させます。フラッシュサーフィス化されたアクリル二重窓も、ボディの滑らかさに貢献しています。それでは、車内に入ってみましょう。正面に大ネットがあります。前部に大ネットを配置。中央にギャレー、後部にベッドルームのレイアウト構成です。明るい木目の家具とスポットライトと間接光を中心にした照明を採用しています。前部には大ネットとバンクベッドを配置。大きなアクリル二重窓もあります。大ネットはベンチシートと短座シートが向かい合う横座り体座スタイルです。シート時は同社の他モデルの生地にも変更できます。大ネットはテーブルを押し下げ、背もたれを移動するとベッドになります。ベッドサイズは車幅方向の長さ 1860mm、幅 1400mm でセミダブルベッドサイズですが、オプションマットで拡張すると長さ 1860mm、幅 1780mm でほぼキングサイズのベッドになります。運転席、助手席の上部にはバンクベッドが設置されています。バンクベッドは、車幅方向の長さが 1870mm、奥行き方向のベッド幅が 1120mm の大きさ。1120mm の幅は、セミダブルベッドに近い幅です。ここでは、大人が1名か、子供が2名就寝できるとしています。オプションでスカイビューウィンドウが設置できます。最高でき、車内が明るくなるほか、換気もできます。後部には、ギャレーと、ベッドルーム兼多目的ルームが配置されています。専用の多目的ルームはありませんが、ベッドルームにスライドドアがあり、緊急時のトイレルームとして使えます。後部の2段ベッド。上段ベッドはオプションです。ベッドサイズは、オプションの上段が、長さ 1860mm、幅 735mm、下段が、長さ 1860mm、幅 700mm となっています。アクリル二重窓が上段にのみ設置されています。上段には両側に棚や小さな収納も用意されています。毛布などの寝具を収納しておくのに便利でしょう。次にギャレーを見てみましょう。白い大理石風の天板がおしゃれなギャレーです。ギャレーキャビネットの前は通路になっていますので、立って調理ができます。天板にはシンクとフォーセットがビルトインされており、広い調理スペースが確保されています。ガラス蓋を閉じると広いカウンターになります。シンクの下には各20リッターの給排水タンクを収納していますが、車外に扉が設けられており、車外から直接出し入れができます。ギャレーキャビネットには引き出しが2箇所用意されています。取っ手がありませんが、プッシュすると飛び出してくる仕掛けです。閉じると自動的にロックされますので、大変便利です。
ギャレー上部にはオーバーヘッド収納が設置されています。食器や調理用具などを収納しておけます。ギャレーキャビネットの対面には、冷蔵庫や電子レンジがビルトインされた収納タワーがあります。冷蔵庫は85リッター横開き式を標準装備。もちろん冷凍室もありますので、製氷や冷凍食品の保冷ができます。電子レンジも標準装備されます。12V のバッテリー電圧を 100V に変換するインバーターも標準装備されますので、外部電源がないところでも電子レンジを使用できます。ここには、車載専用ラップ式トイレのラップルが収納できます。ベッドルームのマットを取り外して扉を閉めるとトイレルームとして使用できます。トリアス480の収納を見てみましょう。ギャレー上部にはオーバーヘッド収納が設置されています。こちらは短座シートの上の収納です。大きなクローゼットも設置されています。かさばるコートやジャケットなどはクローゼットに収納しておくとシワにならずに収納できます。こちらはエントランス横のシューズボックス。スライド扉で開閉することができます。その下にも収納があります。ここもシューズボックスとして使用することができるでしょう。リアバンパーを引き出すと大きな外部収納も用意されています。濡れたものや汚れたものも収納しておけますが、水洗いが可能ですので、常に清潔に保てます。車体の右サイドにも外部収納があります。ここはベンチシートの下になります。後部にはバゲッジドアがあり、ここからも荷物を積み込めます。スキー板や釣り竿など、長い荷物を積み込むのに便利です。さらに、車体右側後部には縦長のバゲッジドアがあり、ベッドボードを取り外すと、背の高い荷物を積み込むことができます。空調は家庭用エアコンが標準装備されます。設置場所はエントランスの上部です。FF ヒーターも標準装備されます。後部の多目的ルームにも吹き出し口があります。マックスファンベンチレーターも標準装備されます。テレビと角度を変えられるテレビアームはオプションで、この位置に設置できます。伝送系はエコフロー仕様ではイリスシステムを搭載し、6000Wh のリチウムイオンバッテリーを標準装備。その他の伝送系もほとんどが標準装備です。イリスシステムのモニターパネル。重放電の情報が一目でわかります。車体サイズは全長 4800mm、全幅 1960mm、全高 2700mm です。乗車定員は大人7名、就寝定員は大人4名です。それでは、全長 4790mm のナッツ RV のジョリビータイプ W と比べてみましょう。ジョリビーもジャパンキャンピングカーショー2025で発表されたニューモデルです。同社独自の FRP コンポジットパネル工法のシェルを仮装し、ガソリン 2WD とディーゼル 2WD および 4WD が選択できます。ディーゼルはトリアス480と同様にワイドトレッド同型タイヤですが、ガソリンは標準トレッド小径タイヤです。レイアウトは一般的な前部にタイザダイネット、中央にギャレーと多目的ルーム、後部に横置き2段ベッドの構成です。ダイネットでは4名が滞座できるほか、横座りの短座シートがあります。バンクベッドは引き出し式で、車幅方向の長さは 1806mm、奥行き方向のベッド幅は 1790mm です。家庭用のキングサイズに迫る広いベッド幅です。ジョリビーのベッドサイズは上下段とも長さ 1806mm、幅 720mm の大きさ。上下段にアクリル二重窓と読書灯があります。ジョリビーの後部2段ベッドは上下段にウッドスプリングを装備。快適な寝心地が期待できます。ジョリビーのダイネットベッドは長さ 1920mm、幅 900mm の大きさ。テーブルを取り外し、背もたれを移動して大人が1名就寝できます。ジョリビーのギャレー。トリアスと同様にシンクとフォーセットが設置されています。
上部にはオーバーヘッド収納が設置されています。ジョリビーの冷蔵庫は60リッター横開き式2ドア冷蔵庫です。ジョリビーには独立した多目的ルームがあります。防水処理がされているので、濡れた衣類などを車外から直接積み込むことができます。ジョリビーも家庭用エアコンを標準装備。300Ah、すなわち 3600Wh のリチウムイオンバッテリーはオプションです。価格を含めた詳しい比較表は、キャンピングカーファンのサイトをご覧ください。いかがでしたか？アストラーレトリアス480は、バンテックの新しいコンセプトのラインナップです。新しいスタイリッシュなシェルは、街中にもマッチする洗練されたフォルムです。横座りのリビングスタイルのダイネットは、2人旅に最適です。最後部のベッドルーム兼多目的ルームは、スペース効率の面でも優れたアイデアと言えます。後部の大きな外部収納も大きな特徴です。いろいろな使い方が考えられるでしょう。家庭用エアコンと 6000Wh のリチウムイオンバッテリーは、このクラス最高の容量で、電気を潤沢に使えます。トリアス480の仕様と価格は、下の説明欄をご覧ください。価格などを含めた、さらに詳しい比較表は、キャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。